ブエノスディアス、クスコに到着しました。午前5時ちょっと前です。ルーホップの旅9日間はこれで終わりです。そしてリマに着いてから約12日間経ちましたが、やっとクスコに来ました。クスコのアルマス広場に来ました。今日はね、日曜日なんです。だからなんかこういう特別なことやってるみたいです。ペルーといえばマチュピチュ、そしてそのマチュピチュへの玄関口であるのがクスコです。クスコはペルー南部のアンデス山脈にある都市で、昔はインカ帝国の首都でした。クスコの旧市街はユネスコの世界遺産にも登録されています。ではこれからサンペドロ市場に向かいます。広場の周りからこういう細い路地があります。クスコアルパカ製品のお店が多いです。見える立派な建物は裁判所です。すごいな。マーケットの方に向かっているんですけど、ここは歩行者天国になっているようです。サンペドロセントラルマーケットに来ました。では入ってみましょう。あ、犬まで入ってる。マーケットって感じです。さすがにこれ全部ジュース屋さんがずらっと並んでる。全部違うジュース屋さんなんですよ。番号になってます。私はジュースを飲む朝ごはん。これがルクマデコンレーチェ。ルクマというペルーのフルーツと牛乳が混じってる飲み物です。美味しいんですけど、めちゃくちゃ甘いです。多分このルクマというフルーツが甘いんだと思います。一応端から端まで歩いてるんですけど、広いです。あ、今度はなんか野菜屋さん。こっちは食事するところです。あ、セビチェリアがありました。安い。ここは朝食セクションのようです。すごい、路上でもマーケットしてます。ここはプラザサンフランシスコというんですけれども、日曜日なのか毎日やってるのかわかんないですけど、公園の周りに出店がたくさんあります。本当に狭い道がたくさんあって、ここは車来ないと思うんですけど、狭い道でも車来るからすごいです。今朝早く着いた時はとても元気だったんですけれども、街をうろうろしていたらだんだん気分が悪くなってきて、ホテルに帰ってきました。お薬は飲んでるんですけど、私の症状はですね、頭痛とムカムカするのとだるい、そして暖房ないので今寒い、これ着てます。高山病なんですけれども、標高2500メートルを越すとなんか体に異変を感じるそうです。コルカ渓谷とか角とか、もう私の体調全滅でした。気をつけて深く深呼吸をしているんですけど、それでもダメです。対処の仕方は、コカの葉っぱのお茶を飲むとか、コカの葉っぱを噛むとか、あとはこっちで売っている薬を1錠と、ひどい時はそれプラスアイボプロフェン 400mg を一緒に飲んでください。それがかなり効きます。そしたらちょっと元気になったので、ナイルサロンに行こうと地図を見ながら行ってるんですけど、すごいこんな狭い路地があります。石畳ですごいね。石で敷き詰めた壁がインカ帝国の時からできてたもので有名らしいです。これからペディキュアしに行きます。40ソーレスだそうです。すごいなんかスパとかネイルサロンとかありますよ。ペディキュアしてもらって、
まだネイルのが乾かないから待ってんですけど、すごいですよね。ほら見て、もう新聞の上ですよ、新聞の上。でもお湯持ってきてくれて、足洗って普通のことはしてくれました。それで40ソーレスなので、ペルーにしては高いと思うんですけど、10ドルなので安いから文句は言いません。他にもマッサージが30分で20ソーレス、フェイシャルもあるし、インカマッサージっていうのがあるらしいです。ここインカだから。すごい。ここは階段です。もちろんこんな坂でも横にはお店屋さんがあります。見てください、こんな狭いところわかる？これ段差、こんな歩道狭いんですよ。見て見て、おお、初めてですこれ。今中心地からちょっと離れたミスタースープというところでキノアスープを食べました。うどんとかもあったんですけど、ペルースープのキノアスープを頼んで量が多くてびっくりしました。かぼちゃやじゃがいもや豆とキノアと玉ねぎと人参と牛肉がこう小さく切って入っていて、スープは味が濃くなくてとっても胃に優しかったです。おはようございます。これから空港に行くんですけれども、なんとこのトラックでブロックされてタクシーが通れないので、今ホテルのお母さんが私の荷物を持ってくれて、はい、進みます。クスコを拠点にしてマチュピチュに行くのが普通ですが、今回は飛行機に乗って1時間のアマゾンの入り口であるプエルト・マルドナードに4泊5日で行き、また帰ってきました。クスコに戻ってきました。涼しい。エルアベ・アズールというブティックホテルに来ました。ここは2泊します。クスコのホテルに着いてチェックインした後、すぐにここのおばさんがコカティーを入れてくれました。これ高山病を防ぐのにいいお茶です。これなんかの味に似てると思ったらセンナですよ、センナ。昔私便秘症でセンナのお茶煮出して飲んだことあるんですけど、それのなんかちょっと薄い版の味です。これからコカミュージアムに行こうと思っています。ここの道なんか風情があっていいんですけど、階段でもうすでに息切れしておる。なんかちょっとフラフラするんですけど、アマゾンから来ると体が慣れない。ここがサンブラスプラザです。横にお土産屋さんがあるんですけれども、その一部にコカ博物館があります。プラザの隣にはサンブラス教会があります。サンブラス教会なんですけど、これ中に入ると中の教団が見物だそうです。サンブラスプラザでちょっと飲みの市みたいなことをしています。コカミュージアムに行ってみましょう。コカ・コーラとかコケインってコカの葉のコカから来ているそうです。そして昔はコカの葉は南アメリカ、ペルーとボリビアとコロンビアで取れるらしいんですけど、やっぱし湿気があって温度が高いところじゃないとできない葉っぱだそうです。それで昔は宗教的な儀式とかに使われてきたらしいです。ドイツの人がコカの葉から取れるものでコケインができるって発見したらしくて、館内にはコケインの中毒で人生ダメにした人、ホイットニー・ヒューストンとかイギリスの有名な人の話がチラチラチラっと書いてありました。そしてコカの葉で作ったいろんな製品がありました。珍しい博物館なので、ここのミュージアム行った方がいいと思います。入館料は10ソーレスです。サンブラスのビューポイントまで登ってきました。ここにも愛の鍵がちらちらとあります。ほら。
サンブラスはおしゃれなカフェとかバーがあるって有名なんですけれども、この小道本当におしゃれです。ブエノスディアス、やっぱり毎週日曜日に団体でみんな広場の周りを行進するようです。今日はグルーウォークという会社のフリーウォーキングツアーに10時から入ってクスコの街を見ます。一人のガイドさんに日本人って言ったら、結構日本語でペラペラペラっと喋って、かなこさんという抹茶カフェをやっている人の名刺をもらって、その人がクスコのこの辺でお店をやってるから行ったらいいよと言われました。ここの通りにはチチャロネリアという豚肉料理のお店が多いそうです。もし豚肉食べたかったらこの辺のレストラン入った方がいいと言われました。チョコレート博物館です。ミュージアム行ってみましょう。今フリーウォーキングツアーで勉強したんですけれども、クスコの街の形はピューマの形だそうです。そしてインカ帝国とかそういう昔の人が信じていた神様にピューマとかヘビとコンドルが動物としては神様として崇められていたそうです。石の壁なんですけどすごいですよね。インカ帝国の時に作られたそうです。ペルー地震が多いんですけれども、地震でもこのインカ帝国の時に石で作られたこういう塀は壊れなかったそうです。日本の城下町っぽいですよね、色的にも。それで石の壁の作り方は3つあるらしいです。ほら、これとか綺麗に四角形でまっすぐ並んでるんじゃないですか。こういうのはインペリアル形式。あとこういう風になんか石がぐちゃぐちゃに並んでるやつ。それとこのように大きい石とか持ってきていろんな形の石を積み重ねた方法もあります。見つけるのが大変と言ったんですけど、みんなが写真を撮ってるからすぐ見つけられた。ほら、これが有名な12角の石です。数えるとちゃんと角12あります。のなんかバッグみたいな持ってる人たちは絵を売ってる人です。ああやって衣装を着てお仕事をする方もいます。で、サンブラスからずっと下ってくると、またアルマス広場に出ます。一気に歩くと10分ぐらいです。メルセーデ教会修道院です。すごいでかい。今カテドラルの中入ってきました。中は写真撮影禁止なので、ないんですけれども、はい、入場券は40ソレスです。外にガイドさんもしつけたかったらいるんですけど、私は一人で勝手に見てきました。外から見ても分かるんですけど、これ中めちゃ広いです。すごい天井、もちろん吹き抜けみたいな感じで、上がアーチ型になってるんですけど、それが24個ぐらいバンバンバンとあるらしく、中は400ぐらいの宗教画が飾ってありました。宗教美術館っていう感じでした。そしてここにも最後の晩餐の絵があって、なんとテーブルの上に乗っかってるごちそうはギニアピッグです。さすがクスコです。他にも宗教画の中に動物が結構ギニアピッグなので、クスコの感じが出てるな、面白いなと思いました。カテドラル中見るのおすすめです。広場には旗が立派にありますが、あれはペルーとレインボーの方は
LGBTQ じゃなくてクスコの旗だそうです。アルマス広場の角っこにあるセビチェキッチンというところでセビチェをもちろん食べました。ここは海が近くなくって近いの川なのでトラウトのセビチェを食べました。トラウトのセビチェは全然臭みがなくて粒が大きいトウモロコシとお芋が入ってそれだけでメインになりそうなセビチェで美味しかったです。場所によってマリネートの仕方が違うのでセビチェも食べがいがあります。今日ホテルチェックアウトしてまたこの前泊まったホテルに戻るんですけど、ここから歩いて3分ぐらいで非常に近いんですよ。しかしこのスーツケースゴロゴロでこの道を歩くのが非常に嫌だ。距離短いのに持ってくの大変。今日はこれからコリンカチャというインカ帝国時代の太陽の神殿と呼ばれているところを見に行って、その隣に修道院と美術館があるので見に行きたいと思います。昨日ツーリストカードというものを購入したんですけれども10日間有効で130ソーレスです。16カ所ぐらいのところを見て回れるそうなんですけれども、クスコ市内の他にちょっと近くの遺跡とか、明日私は1日ツアーでここの近郊の遺跡を見に行くんですけれども、その時の入場料にも使えるそうなので購入しました。昨夜からビールも飲めて高山病もすっかり治り元気になりました。やったー。ペルー長旅をする方はクスコには洗濯屋さん結構たくさんあります。キロでやってくれて、だいたい普通1キロで5ソーレスとか6ソーレスぐらいです。朝出したら夕方にはできてます。ほら、またランドリー屋さんありました。私の泊まっていたホテルの隣にもあったし、今日また移ったホテルの前にもありました。あ、ほら、またラバンデリアってここにもある。ここがサントドミンゴ教会修道院です。インカ帝国時代のコリンカチャ神殿、太陽の神殿だったそうです。スペイン軍が征服してからもともとインカ帝国の建てた神殿を土台にまた教会を組み立てて作ったそうです。カテドラルに比べると修道院なので地味です。ここはインカ帝国時代の神殿だったんですけれども、スペイン軍が来て全部征服しちゃってキンキラキンなものもたくさんあったらしいんですけども、全部取っちゃったらしいです。そしてインカ帝国時代に作られた石組み壁とかを見るのがメインでした。地震が多いので結構建物崩れてるらしいんですけれども、インカ帝国時代の石組みだけは崩れなく残ってるそうです。周りに宗教画とかあったんですけれども、やっぱしスペイン軍がここに来た時にもともといた民族の人たちにカトリック教を広げようと思って、もちろん字とか読めないので絵見させて勉強させたそうです。本当は横に博物館があるんですけれども、昨日買ったツーリストカードに含まれているのにパンデミックの時からクローズになっちゃってずっと開いてないそうです。残念、見に行けないです。ツーリストカードなんですけど、多分クスコ市内にあるミュージアム、美術館、博物館4つぐらい行けるんですけど、私はここのに行きたかったのに残念である。教会とか修道院とか入るのには含まれてないです。気づいたんですけど、通りによってジュエリー通りとか洗濯屋さん通りとか決まってるような感じがする。こういったら広場なんですけど、広場出てすぐの大通りのところは旅行会社と両替するところが多いです。そこで一休みしてアイスコーヒーとトマトチーズベイズルエンパラーダを食べました。アイスコーヒー頼んだんですけど生ぬるコーヒーです。エンパナーダはまあまでした。15ソレスで安いので OK です。ではこれから市内から歩いて行ける遺跡に行きます。巨大遺跡だそうです。地図によると10分で行けるらしいんですけど、ビデオとか見たらかなり登るのできついらしいです。登ったら血出てきた右みたいです。すごい綺麗。でも階段すごい。この通りめちゃくちゃ綺麗です。
ここ一応公園になってるみたいで、ここからが遺跡の出入り口です。公園の入り口から入ってきて階段を登ってここでチケットを買います。私はツーリストカードを買っていたので、横のコントロールなんとかでチケットをパチンってしてもらってきました。その横にガイドさんがいました。でも私は一人で適当に回ります。登ってくるまでそんなに距離なかったんですけど、すごい息切れしました。私こんなに息切れしたことないです。標高が高いせいだと思います。でもここからは結構なだらかなので良かったです。ここの作西和万巨大遺跡は1日になんと2万人ぐらい動員して40年かけて作られた遺跡だそうです。この石造りの塀が見どころです。40年じゃなくて80年かけて作ったそうです。向こうにクライストブランコ、ホワイトクライストの像があります。そしてこの遺跡群見てください。またここになんかいろんな角度になった石が引き詰められて塀になっています。ここすごい広いですよ。ほら、わお。ここの遺跡はインカ帝国時代のものなんですけれども、城塞だったらしくって、周りを全部石造りの壁で囲まれています。そしてクスコがそのインカ帝国の首都だったんですけれども、ここはクスコから約2キロ離れているだけなんですけれども、標高3700メートルのところにあって、ちょうどクスコがピューマの形になってるんですけれども、そのちょうど頭の部分です。昔倉庫に使われてたりとか、帝国のアドミニストレーティブなことに使われていたそうなんですけれども、宗教的な儀式的なことにも使われてたとも言われています。あっちにも出入り口があるということは、私は反対側から来たようです。ここ滑り台みたいになってて、遺跡で遊んでるで。出入り口があちらにもあります。ということは全部で3カ所あるみたいですね。高校生の遠足みたいな子たちがいます。作西和万巨大遺跡、とても良かったです。ガイドついてないかったので自分でちゃちゃっと調べてみたんですけれども、500年前ぐらいにここにお城を建てるために石を積み上げて、みんなで城壁を作って町を作ったっていうのはすごいですよね。クスコから歩いて15分ぐらいなんですけど、坂道ちょっと大変ですけれども歩けないことないので、皆さんももしクスコに来たらここ歩いてきてみてください。マチュピチュに行くんだったらここ練習になります。それからツーリストカード使えるのでいいですよ。帰り道の下り坂、めちゃくちゃ景色いいです。このシシオリーナというイタリアンレストランでアルパカのカルパッチョ食べたんですけど、ちょっと癖があるけどソースとかチーズとハーブでなんか味がよくわからなかった。ここで作ってるクラフトビアでベルジアントレポーっていうのがあったので頼んだんですけど、トレポーじゃなくてサワーでした。